皆さん、こんにちは。漫画家の下本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、服のデザインが描けません、洋服がうまく描けませんっていうお悩みの、前回上半身部分をやったので、今回は下半身バージョンでやりたいと思います。来た下半身ついてる。要は、服のデザインっていうのは雑誌を見てもらったりとか、周りの街の人たちを見てもらったりとかして、村浦が一番いいと思ってるんだけど、言ってたもんね。ある程度バリエーション描けるようになっておけば、それの組み合わせで自分でも結構いろんな種類の服のデザイン描けるようにはなると思う。なので、今回は下半身の洋服の種類についていろいろ描き方を教えていきたいと思います。確かにね、前回さ、やっぱ上半身多分ある程度のバリエーションさ、動画見てくれた人は描けるようになったじゃん。いや、そうだと思う。だけど下半身がさ、もし半ズボンとさ、ジーパンしか描けなかったらそれしかないもんね。まあ、場合によってはそれすら描けてない。まだパン1の可能性あるから、マジで。ここで下半身もいろんな種類描けるようになって、もう洋服を完璧にしちゃいましょう。バリエーション豊富ね。そう。それでは早速やっていきましょう。じゃあ、まずなんですけど、基本的な下半身の服の考え方としてね、丈の種類っていうのを知ってほしいんだよね。はい、ということで、これ基本中の基本なんで覚えてください。ショート丈、ミディアム丈、ロング丈。言われてこれ見たらそんなの知ってるよってことなんだろうけど、今後今から教えるズボンにおいても、スカートにおいても、全部この丈のバリエーションが大抵存在してる。なるほどね。なのでまずこの丈の種類を覚えておけば、今回はどの丈で描こうって1個考えられるから、1個の洋服の描き方を覚えた時点で、さらにここの3種類の長さ変えでいけるから。やばいね。そうでしょ。まずこの丈を覚えてください。はい。じゃあまず、ズボン編いきたいと思います。まあ一番今年もよく流行ってるし、見るなと思う。まずデニムからいきたいと思います。デニムね。はい。今ね、ざっくり形を取ったんだよね。こっからどうしてデニムにしていくかっていうと、こういうね、ズボンでよくあるボタンが真ん中にあって、ベルトを通すなんていうのかな、ウエスト部分の素材があって、ここにこう、ズボンのね、こう、チャックのところでしょ。お股のところって、チャックのところがあってみたいな、ここの細かいディティールを描いた時なんだけど、全部ここね、2本線にしてってみてほしい。ここ、例えばポッケを描くときも2本線。で、このサイドの横の部分とか内のところにもこう縫い目が出てくるんだけど、このまず縫い目をみんな描くことを忘れないよね。この縫い目を描くときにも2本線。無事、そんな細かいところやってたんだ。そうだね。こういう感じで全体的に縫い目が出るとこを2本線にして、なんだったらここにこうちょっとね、こういう線を入れてってもいいと思う。ちょっとデニムって荒っぽい素材っていうかな。こんなの入れて、これお好みね、この線は。こんな感じでやると、とにかくここの線をこうやって2本にしてあげると、すごいデニムっぽくなると思います。拡大するとこんな感じでね。こういう内側とかの縫い目も、こういうポッケもこういう感じで。これデニムっぽく見せるコツです。なるほど。じゃあ次、スラックスっていうのかな。それの描き方をいきたいと思います。まあ制服とか、だからスーツとかのズボンでよくあるようなやつ。まあ丈はちょっとお好みで、この丈は。簡単です。ここ、さっきデニム2本線にしたけど、基本はこの辺1本線でいいです。で、この真ん中、足の中心の部分に1本線を入れてあげてください。これセンタープレスパンツとかとも言うんだけど、線入ってるやつ。まあアイロンで綺麗な折り目がついてるやつ。で、特にね、こっちはね、ベルトつけてあげると、よりこう、スラックスとかスーツとか学校の制服とかで着るズボンに見えやすいと思う。なるほどね。大抵みんなつけてるんだよね、ベルトをね。確かに。なので、こういう感じで、特に、まあ大事なのはこの真ん中の線だね。この線を綺麗に描いてあげることで、すごいそのスーツっぽい、制服とかスーツっぽいのに見えます。じゃあ次行きたいと思います。次はですね、まあちょっと最近流行下火になってきたかなと思うんだけど、ワイドなパンツ。ワイドパンツね。とにかく、こう足の幅よりもボワンとでっかいパンツ。太いパンツね。こんな感じです。まあ線は簡単なんだけど、まあよく見てもらったらここに水色の足の当たりがあるんだよね。それをもう全く拾わない感じ。もう全然その線より外に描いてあげて、足のところに結構ゆったりたるみを、実際のワイドパンツ履いてる人は多分こんなにずってる人いない。確かに。リアルな世界で。たまにいるけどね。でもこれやるとかなりもうズルズル歩くことになっちゃう。でも絵で描くときはこれぐらい大げさにやってあげて大丈夫。
そっちの方がそれっぽく見える。まあ、絵の世界だから、こいつがこんだけずっても私たちには関係ない。まあ、確かにな。だから、そっちの方がワイドっぽく見えると思うんで、特にポイントしたらね、上の方はそんなにもたつかないからシワが入らなくて、下に行く方につれて、横向きのシワが入る。これをやってあげると、ワイドパンツっぽく見える。まあ、デニムっぽい素材にしたければ、ここを二重線にしてあげたりしてもいいし、まあ、それはお好みでデザインしてみてください。じゃあ次、スキニーパンツ。ああ、めっちゃ細いやつね。我々の時代に流行ったやつ。私たちが若い時に流行ってたやつだけど、またもしかしたらそろそろその時代が来るかもしれない。またピチピチズボンの時代来るのかもしれないよ。だってさ、時代はほら、回ってくじゃん。まあでも確かに最近ここ最近ずっとワイドが流行ってたことを考えると、もうそろそろスキニーの時代がまた来るんじゃない？リバイバルね。平成リバイバルじゃないけど。そう。はい、スキニーパンツは、さっきのワイドとは真逆。先に足の当たりを取ったら、もうほぼその足の当たりに沿って書いてあげる。なるほど。で、ぴっちりしてるので、こういう股のところとか、こういうところにこうシワを入れてあげると、逆にね、いいと思う。まあ足元とかも、私はいつもこの横線のシワ入れるから、まあこれ丈によって出る出ないがあるんだけどね。とにかくこのもともと足の当たりをイメージした通りに書いてあげることが大事です。じゃあ次。ジャージ、学校とかでみんな着てるジャージのズボンのイメージいきます。もう、新本先生の漫画のすみれが着てる服やん。ジャージ。まあ確かにすみれ、上はね、下はすみれ違うのよ。上だけなのよ、すみれは。これは下だからね。まあ、まずここの時点で今までと明らかに違うのは、紐とウエストがゴムってところ。で、これだからジャージだけじゃなくて、あれなんてスウェットとかでもいけるからね。楽なと水着とかね、男性のね。確かに。とにかくこういうウエストゴムの時の書き方はちょっとここと違うから拡大するね。こう普通にまずウエストのラインを決めたら、紐を書くじゃない。まあ紐はあるパターンと内側にあるパターンもあるから何とも言えないんだけど、まあこう外に仮にあったパターンね。ここをとにかく縦線をいっぱい入れていってくしゃくしゃしてあげる。くしゃくしゃのイメージでこう縦線をいっぱい入れてあげる。ゴムだからってことね。まあこれあと紐とかつけなかったらパンツとかトランクスのパンツとかの紐にも使える。こんな感じで書いてあげるとウエストがゴムっぽく見えると思う。確かに。で、この股に今度開きがないから、さっきから書いてたこの線がいらなくなる。その縦線1本、縫い目で言うとこなら縦線1本でいけます。チャックがないんだね、そう、チャックがない。で、足首のところにもまたゴムを入れてあげる。あるよね、こういう工夫ね。最近。ジャージは両方あるね。足首のところにゴムが入ってるパターンと、ないやつね。入ってないパターンもあるから、こっちとこっちで変えるわ。ちょっと変だけど。最先端すぎるおしゃれやん、その服。ちょっと変えるわ。で、ちょっとこれ正面で書いちゃったから分かりづらいんだけど、まあよかったらここにラインを書いてあげるといいと思う。ある。ジャージね。ジャージとかの場合はここの横の部分にラインを入れてあげることで、このラインがちょっと、これだとここのラインを黒にするね。このラインはいろんなデザインがある。3本線だったりとか、太い線だったり、この中にロゴが入ってたりとか、文字が入ってたりとか。まあぜひそれはね、見てくれてる学生のみんなとかの方がね、学校のジャージとかよく観察してもらえばいいんじゃないかなと。あとファッション誌とかね。そう。まあこんな感じで。で、最後が、まあ最近今年一番見るなと思ってるデザインで、カーゴパンツっていう。ここにさ、ポケットがある。女子のとかで稀に見る、横に、この留め具がついてて、こういう風になってるパターンでいくわ。何それ？女子の女の子の服とかだと見るよ、このパターン。こう、縛るやつか。クシュクシュなんだけど、普通はここなんじゃん、今まで。今までここなのに横から飛び出てるパターンがある。マジ？ここの部分拡大するね、どうなってるかっていう。そうなんだ。こうさ、ジャージとかスウェットとかでさ、こうさ、ゴムを留めるこういう金具あるじゃない。これが引っ張るやつね、そう。ここからこうやってゴム2本分がまとめられて、ここ1本で輪っかになってるっていう。これをズボンの裾から、これ脇から出してあげるの。マジ？両サイドにそんなついてんだ、最近。ある女子の服で。こんな感じのやつとかね。まあこんな感じで新しい今デザインをちょっと教えてみた。サイドにポケットを書いてあげる。で、もう一個足先とかにも、これは今年多く見るデザインだから、1個あれば十分なことも多いんだけど、ポケットを書いてあげる。でね、結構ここぐしゃぐしゃ、カサカサして書いてたら、こういう感じで、ガサガサと。こんな感じ。こんな感じだとカーゴっぽい。もうちょっとポッケ膨らましてもよかった。でかくてもよかったかもしれない。確かに。もっとパンパンとね。パンパンとしても。まあこんな感じで6種類、ズボンの種類と書き方を教えてみました。じゃあ次は、スカートでバリエーション出していきたいと思います。
はい、じゃあ次スカートいきたいと思います。まずは制服とかで一番よく見るオーソドックスなプリーツスカート。はい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 。まず、スカートの丈の長さをスカート描く場合は先に決めてください。まあ、プリーツスカートだし、制服のイメージだから、ちょうどこの膝の上ぐらい、これぐらいの長さにしておこうかな。一番高速ギリギリ守ってるぐらいで。まあ、先にだからスカートのこのイメージを決めた後に、プリーツスカートは四角をいっぱい重ねていくようなイメージで描いていく。まあこんな感じで、線全部描き足さなかったのは、描いても全然いいんだよ。ちょっとくどくなることがあるから。まあこんな感じで、プリーツスカートです。で、一本線で描いて、こういう風にしちゃうと、プリーツスカートがなんかこう、せっかく頑張って線描いても、なんか、初心者が描いたプリーツスカートみたいになっちゃうから、ギザギザした方がいいとか。ここを、こういう感じの線でギザギザで描いた後に線を描いてあげれば、ちょっとプロが描いたようなプリーツスカートに見える。ここをまっすぐさせないで、こういう感じにしてあげることが大事かなっていう感じです。じゃあ次、タイトスカート。要は、さっきで言う、ズボンで言うとこのスキニーと一緒。ピチピチめっていうこと。基本は足のラインと腰のラインを拾ってあげるような感じで、体に沿って線を描いてってあげる。横っぽい線をこうピッピッと入れるとよりピチピチしてる感じが出る。こんな感じ。うまい。じゃあ次、マーメイドラインスカートだね。上半身、ここまでの膝までぐらいは腰の形を拾ってあげて、膝までを極力ぴっちり描いてあげるんだけど、膝のあたりまで来たら一気にふわっと流れを外に出してあげる。こんな感じです。まあイメージがこういうふうに一回くびれるのね。で、こうやって開いてあげる。これがマーメイド。要はお魚の足、ヒレみたいになるからのマーメイドなのかな。人魚みたいに。だからマーメイドスカート描くときは一回くびれさせることをイメージしてみてください。次は A ラインのスカート。A ライン ?A ラインっていうのはこのアルファベットの A のイメージ。はい、A ラインスカート。まあ、わりかしこれすごいシンプル。もうこういう形になるんで、A ラインのスカートです。次、フリルスカート。フリルね。フリルはわかるよね。フリフリのやつね。まあ今回は何段かのフリルがついてるデザインでいきたいと思います。はい、こんな感じで。ただフリルを3段重ねただけだけど、結構可愛いと思う。確かに。めんどくさいけどね、フリルたくさん書かなきゃいけなくて。この3個書かなきゃいけないからね。そうそう。もちろんこれ1段でやっても全然フリルスカートだよ。ここはフリルになってる。そう。まあフリルをいっぱい書いていくっていうデザインのスカート。で、最後にラップスカート。聞いたことないですね、それ。ラップって巻いてるってことね、要は。巻きスカートってこと。はい、こんな感じ。ここでこう、1枚の布を要は巻きつけてるのがラップスカート。そう。これも、まあ1個バリエーションとして、最近制服、韓国のね、風制服なんかだとこういうスカートが学生の制服だったりもするよね。そうなんだ。なので、ぜひこのバリエーションを覚えておいてください。はい、ということで今回は洋服の描き方下半身編でした。すごいこれ。今言ったこの種類にこの丈の長さを全部のパターンでありだから。まあ、強いて言うとマーメイドスカートだけはちょっと長い長さじゃないとダメかなと思うけど、他のものは基本全部の丈でいけると思うから。確かに全部いけるわ。まあ、これでやってもらえばなんかすんごい無限のパターン生まれるんじゃないかな。いや、まあ上半身のぜひね、やってみてください。あと合わせても、多分これでみんなしばらく洋服のバリエーション困んないよ。よし、何キャラぐらいいけるだろうな、ぐらいいけるわ。ぜひぜひなので、これでいろんな自分なりの洋服のデザインも考えてみてください。あとは雑誌とか見てね、その時の流行とかもよかったら調べてみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の島野真と。バイバーイ。